さあ始まりました。ご縁があって喋らせてもらってまイエーす。ーイ。はい、ということで本日のエンしゃべは、エンティームのマキ、ニコラス、滝がやりますお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで本日の進行は僕がやらせていただくんですけどさっき決まりましたそうのでマキに頼むよ。よろしくお願いします滝から譲られましたね。はい僕進行あんま慣れてないんですけど、マキなりに頑張ろうと思います。頑張れ、期待するね。はい、ということで今回が3回目第3回のエンしゃべになりますけど、ニコラスは2回目と引き続き3回目も確かにね。ありますね。はい。でもみんな第1回みんな9人で一緒にやったけど、どうだったの？映像付きだったからちょっと新鮮だったよね。うん、ラジオっぽい感じがいい意味でなかった気もして、すごいなんか9人の良さが伝わった第1回だったんじゃないかな。映像あったじゃん、ん俺めっちゃカエルみたいな姿勢でマイクに向かってずっと喋っててちょっと恥ずかしかったっていうねあれ後から映像見返したら確かにな、最初は見えないと思ったけどでも動画もついてるからそうそう結構しかもずっと動画あったよね。そう俺なんかたまに動画が入るぐらいの感じかと思ってためっちゃ撮られてたもんな。あれ流れてきて滝の話してる時に声めっちゃ裏返ってあるわラジオだともう鮮明に聞こえるからねあれね。でもそれはエンティンっぽいから、エンティンらしいから、そうだね。いいね。確かに確か第2回からうん3人ずつで、はいはいの多分企画というかが始まってるんですけど、うん今回はこの3人でやらせていただきます。によろしくお願いします。この3人さケミ名まだないよね。確かにそういえば本当？あるあったような気もする。気がしますけど、なんとかタコみたいな。なんとかタコなんあったっけタコ巻きタコ？でもある気もするね巻きタコでもだからせっかくだからこれを機に作ってもなんかいいんじゃない、うん新しく。じゃあ今日でここで、新しいではないけどちゃんと公式的に公式いいの思いついた。早っお煮卵どう？待って俺も思いついてたんだけど煮卵煮卵でしょ。そ煮卵滝はうじゃあに一緒？うん一緒ああにたまで5つけるみたいな。いいんじゃない？そしたら煮卵図いやもうすぐ終わるやん。もうちょっと考えようぜなんかもっといいのある？いいんじゃない？煮卵あとなんか煮卵。煮卵候補ね。うんあと一旦キープ。オッケーで煮卵俺マジでこういうの苦手だから毎回ファンミーティングの時ね、なんか名前なんだっけ、ニックネームつけてくださいって言ったら、俺絶対例えばねタキならはキキ、マキならはキキ、ニコならはココ絶対この感じになっちゃうから確かにマジで。3人の共通点とかがあればいいんだけど。でも3人ともでもちょっと愛かいいだよ。そうでもいいなんだけど愛っぽいからそうだね。ああそうね。そう確かにエンティームの中ではめっちゃいいだけどってことか。何が好き水遊び好きだから確かに3人とも。あー確かにアウトドアズとか。おーでも違うインドアや。俺お前おかしいよバリバリインドアや。完璧なインドアなんだよ。お前難しいよ。だから俺とアウトドアーズみたいな感じのなんかちょっと区別化したどういうこと？ちょっと区別化した名前でもいい。アウトドアズと半分のアウトドアズ半分でも煮卵図結煮卵図結構結構しっくりくるね。うんわかりやかわいすいし。いかわいい。煮卵図でいくかい。きますか。じゃあ皆さんも、よろしくね。卵図聞いたことない。煮卵わかるアーティストわかるおすごい卵じゃない？おそう正解煮卵おでんとかに入ってるやつ。そうなの煮卵ってなんだっけ？温泉卵じゃないのああオッケーオッケー。違う違うお前適当に言う。全然違かったわ俺も温泉卵みたいな。煮卵あれじゃない？ラーメ半熟。ンとかに乗ってる。半熟卵みたいな。そうだそういうことか。食べれるやつあじゃあ美味しいやつやん。はい煮卵図でお送りしますはい煮卵図です。はいそんな煮卵図の3人でお送りする第3回、ぜひ最後までお付き合いください。では始めていきましょう。せーの。
エンティームのご縁があって喋らせてもらってます。始まっちゃった。はい、ということで早速番組に届いたリスナーさんからのお便りを読みたいです。はい、たくさん届いてるらしいですよ。すごいな。はいラジオネームジュジュッとユーマ。ジュジュというはいはいはい。はい、私双子でルネなんですけど、双子だから発言も行動も似てるとよく言われます。エンティームの中で発言も行動も一緒なくらい似ているメンバーは誰と誰ですか？気になったのでぜひ教えていただけると喜びます、ということでおありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。似てる。まあでもさ、ずっと9人一緒にいるからさ、やっぱ似てくるとこあると思うんだよね。話し方とか。そういえば俺はなんか滝と原なんか似てきたなのあ、俺と春はそう滝の影響が強すぎて原はちょっと滝に似てきた感じするね。もう俺の色に染まってる春はそうちょっとあんまり良くない。よくないっていうのよくないっていうの原は覚えてる？オーディションの時確かに結構静かであんまり喋れないしなんかふざけないし、で今の原はやばくね。確かに俺もびっくりするぐらいね、ちょっとって思う時あるからね。でもいいこといいこといいことどういうところに似てる？例えばなんかね、なんか変な声出したりとかねなんかそういうのはなんかびっくりするね。変顔したりとか。そう変顔したりとか笑う時もなんかどんどんやばい顔がどんどんなんか顔がどんどんやばいことになるからいやでも分かる分かる分かる。最近は携帯とかで自分写真撮ってると変顔で写りに来るのよ。どういうこと？そうセルカ撮ってるとそういうことね変顔で写ってて、いつの間にか俺も変顔してるから変顔2人の写真が出来上がってんのよ。すごいね。確かにそういう面で似てるのかもね。同じ05だし。それもあるのかもね。でも俺はもうマキニコがめっちゃ似てると思うよ。本当？どういうとこが？どういうところで？まずもう行動パターンは結構一緒やん。まあね。でなんで一緒でどういうとこに似てんだろうね。お前が言ったんだよ。適当に言ってるやん適当に言ってるやん。なんか喋り出すタイミングが9人にいるとなんか似てるんだよね、2人ともすごい。意外にその違うように見えて、なんかこういう質問似てきたなとか思ってるしでも確かにね、なんか一緒にそうかもしれない。一緒にいすぎてってのあるかもね。確かに思ってることがどんどんなんか似てきた気がするね。確かに確かに。ウジくんの日本語がだんだん関西弁になってきてる。誰の影響やわかんない、無意識なのかもしれないけど、若干ユーマくんの関西弁が映ってる気もしたくもない。確かに確かに。いいね。双子ね。僕双子。双子ってその都市的な双子は今春はと滝だけか。そうだね、双子。そうだね、双子というか。確かに同い年だからもう実際にもう家族で双子ってことでしょ。そうね。いやすごいな。じゃあ次のお便りに進みましょうか。ラジオネームハン・ギョンドンさん。エンティームは多国籍グループで中には4カ国語も喋れるメンバーがいますが、どのようにして言語を習得しているのでしょうか？私は現在受験に向けて英語を勉強しているのですが、なかなか上達できないのでぜひ教えていただけたら嬉しいです。ということでいい質問ですね。滝どうやって英語勉強してますか？気になるね。僕ですか？はい。こんな2人いて俺に聞くでもどうだろうね。でもやっぱ結構僕が韓国語とかは特にドラマだったり、そのコンテンツをやっぱよく喋ってるコンテンツをよく聞くことによってニュアンスだったりっていうのはすごく出しやすくなったから、なんか例えば見たり聞いたりするっていうのが一番大事なんじゃないかなって思うね。韓国語が俺はそうだったかもしれない。英語はどうかわからないけど。滝の韓国語可愛かった。そうなんだ。昔俺もあんまり言えないけど、なんかインターネットで韓国人みたいにうまく喋れないけど、でも最初は滝の韓国語めっちゃ可愛かった。なんだっけ、そのインドネシアなんだっけ、
アンニョンハセよアニャーセよ。アニャーアニュースよ。その感じで毎回挨拶してくれるからめっちゃ可愛いなの。それでそのまま番組行ったからもうそれがずっと定着されちゃったっていう。いいんじゃない？いい意味でもね。なんていうの、声に出して喋るのが一番効率的っていうか、一番その頭に入ってくる確かに確かに。んじゃないかなって思うな。でも、やっぱその新しい言語を学ぶ時って周りにその一緒に喋る人がいないとやっぱなかなか学んでても喋る機会がないから、確かに。もう独り言でもその単語とか文章とかをブツブツ言うだけでもだいぶ違うかもしれないですね。ね、とりあえず口から出すね。確かに確かに。そのちょっと勉強したりとかなんか思ったりとかそういうのだけで、多分自然にもううまくなんか出せないことになっちゃうから、ね、とりあえずなんか実際で会話なんかできれば会話して、まあできなくても一人言で昨日マキみたいに急に部屋で自分一人でずっと喋ってる。誰がいたの？どういうこと？何もないのに？いやニコラスがいるけどただ独り言大丈夫かよ。いやでもこの2人が言うからちょっと説得力あるね。なんかね。あとはまあなんだろう、音楽聴いたりとかいいと思います。確かに頑張ってください。じゃあ次のお便りに行きます。ラジオネームきつねうどんさん、こんにちは。2周年を迎え3年目に突入ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。デビュー時と比べてメンバーのここが大人になったなというところを教えてほしいです。これからも応援してますということでありがとうございます。一番年上のニコラスから見て俺とタキは大人になったと思う？でもなんだろうね、多分見た目はそんな変わらないと思う。見た目はめっちゃ変わってるわ。めっちゃ変わってるよマキなんか。じゃあビジュアルじゃなくて、なんかちょっと見た目ね、なんかちょっとあまり変わらないと思うけど、でもマインドとか考え方は結構変わってると思う。なんか特にマキね、なんかオーディションの時は結構なんかずっと辛いことが来たらすぐなんかもう反応するから、確かに確かに。でも今もだんだんなんかタキもマキもなんか辛いことが来てもちょっと我慢して自分の努力でなんか克服するから、それはめっちゃなんか大人っぽくなったなと思う。確かいい成長。マキなんてだってさ、なんだっけオーディションの頃めちゃめちゃ泣いてなかった？やめてくれ。今もう泣かなくなったもんね。かわいい。可愛かったのね。18歳にもなったからね。泣いてらんねえよ。確かに確かに。タキも昔なんかずっと逃げてるよ。なんか逃げてる。そう。この前は意外機会があってちょっと外国人メンバー一緒になんか集めてちょっとなんか外遊ぶとかそういうのできる機会があって、なんかみんな一緒になんかまあ言語はそんなになんかトンハチやなとなんかそんなうまくなんか喋れないけど、みんなちょっとずつなんか下手な英語とかなんか喋ってて、一人だけめっちゃ遠くて座ってるよ。これ遠くからなんか見てて、なんかそのエピソードあったね。もうね、知らない世界すぎてなんかみんながこうやって話してるのがすごいなんかすごいとこに見えたんだよ。だからでも今もやばいやん、なんか知らない人にもこの前ね、道で最近ちょっとやる遊びがあって、道で知らない人に会釈するっていうちょっと変な人だと思われるからやめた方がいいかな。やめてほしい。やめるわちょっと。それはそうだね、そんな時もあったね。いいね、みんな成長してるからちょっとずつね。はい、い。次はラジオネームケイヒョンを幸せにしますさん。ほうほう。宿舎でお風呂に入りたいタイミングがメンバーと被ったらどうしてますか？いつもエンティームのみんなから元気もらってます。エンティームルネフォーエバー。ありがとうございます。ありがとうございます。またまたお風呂に入りたいタイミングが被る。確かに。でもさっきは3人僕とエイジュと
基本話してたんですけど、うんでももう2年間でもう自然にティームワークになってるんですよね。そうだね、あんまかぶんないね、なんか例えばなんかシャワー早い組とすぐ入りたい組先に入ってて、うん遅い組はもう遅くて、うんなんか先も滝のシャワーのことを話してたんですけど、なんや俺がいないところで滝はお風呂入るのが早すぎて髪ほぼ濡れてないくらいでそんなことあるかいそんなことあるかいで確かにそう普通に自然にそうなってるんじゃね。シャワーは3分だよ。うんシャワーは3分。体を洗ってはいる？洗ってます洗ってはいる。洗ってます。よかったよかった。でもさ2人は多分長い方じゃん、どっちかというと。まあね。何してんの？で俺は洗ってる？順番で言うと髪の毛1分ぐらい濡らすやん。うん。でシャンプーしてコンディショナーして体洗って洗顔して終わ待って1分ぐらい濡らす？り。うん。 3秒でいい？3秒濡らしてシャンプーつけたらいける。ちゃんと濡れてないとさシャンプーがちゃんと泡立たないやでもシャワーのあの水で1分浴びるの？ん。うん。結構浴びるかも。本当？トリートメントとか使う？するよ。やってる間に体洗っちゃってで流して終わるから、まあ全部合わせたら10分ぐらいだけど体感3分って感じですよ。じゃあ3分やん。でお風呂はでもかぶんないねみんなね。うんでも俺よくニコラスと被る気がする。え確かに遅いから2人とも、うんたまにじゃんけんとかして、んやったりしてる。いつも俺負けてるけどねはい。じゃあ次のに進んでいこうかなと思います。はい。ラジオネーム萌えキングさん。最近はシャンプーなどちゃんと自分のもの使えてますか？共同生活で困ったことなどたくさん話していただきたいです。わら。わらということでなんだってシャンプーちゃんと自分のもの使えてますか？俺はもう確かに誰かが水で薄めてる事件があってから自分のを使うようになりました。誰俺もなんだっけその事件があったからなんかちょっと公開されそうだからなんか新しいの買った一時期めっちゃ誤解されてたもんね。そうなんで俺に一時期みんなが使ってるシャンプーとリンスがあったんですけど、それがいつの間にかなんかシャバシャバしてるなみたいな、ちょっとなんか水気が多いなみたいな時があって、誰かが水で薄めてるっていうのが発覚してうんあったね。でもその犯人が一生出てこないっていう何してんねんだよね。エンティームの七不思議の一つですね。てか犯人が未だに出ないのがマジで不思議じゃない？ニコラス違うの本当に。マジで違う俺マジで違うよいやだからその事件があった時はまだ勝てない時もあはいはい俺完全に使わないよ。あそういうこと？うんそう完全に使わない自分のクレンジングで体洗う。ああなんでだろうね。だからなんだろう。一回さ俺がボディシャンプー薄めたじゃん。うんうん。それはもう言ってさまあ番組でも言ったじゃん。そうね。それはもう終わった。丸く収まった。丸く収まった。シャンプー誰だってなるよ本ね。当だよね。シャンプーでもシャンプー俺自分の使ってるけどああ俺もシャンプーとリンスは自分の使ってて、俺も自分の。でも最近またボディーソープが薄まってた。そう誰だ？そうバディソープマジでよくわからない。そう。今回は俺じゃないぞ。俺でもマジでない。俺今もなんかシャンプートリートメントバディソープ全部自分の使ってるけどもうなんかあまりなんか届けないなんかコーナーにあーそうなんか入れててでもずっと動かされてる。本当？そう多分なんかエルフとかいると思う。そうエンティームのエルフ妖怪エンティームを守ってるエルフなんで、はい、お化けか。そうお化け。5年後とかにさ犯人が出てきたらどうする？実は僕でしたみたいな。あそうなんだって終わりそうだけどねもう。本心爆心の確かにニコラスさんのことを疑ってるんですか？ニコラスまあ一時期ねちょっとニコラスじゃないかって言われてる時期がねあってね。だからもう出てこなさすぎてでニコラスの後にちょっと入れてある場合があったってことでね、それがあってちょっとまあ疑いはねかかってたよね。なんでだろうね。なんで俺にだろうね。俺はもう一周回ってケイヒョンとかも疑いだ。ありえる。もう自分のだからマキはなんか急に朝なんか一人ずつに聞いてるから。いやでもこれぐらいがいいでしょう。うんそんぐらいが面白いそんと思う。ぐらいが面白い。じゃあ次のお便りいきます。ラジオネームマキシマムさん。エンティーム初の冠ポッドキャスト番組おめでとうございます。ありがとうございます。す。
とっても楽しみにしていました。やってほしいことたくさんありますが、せっかくのポッドキャストなのでメンバー同士の口癖など声真似を聞いてみたいです。私もよく風磨くんのモノマネを友達にするとよく笑ってくれます。特に滝くんが上手そうなので期待してます楽しみにしています風磨くんということでかいいね。今ちなみに真似してた？いや大丈夫、まあ、もう一段階いける、もう一段階いける。じゃあよろしくお願いしますいいんですか？いいですねなんでやねん。どんなんかね惜しい。惜しい。うんありがとう風磨くんの声真似どうだろう。口癖でもいいよ。口癖でもやっぱいいんですかじゃない。まあ確かにあとそれがタイミング的にか。確かにあ聞くときいいんですか言うときは清に言うしかない確かに確かにからドーナツ食べていいよ、いいんですかいいねちょっと離れてる。オッケーじゃあちょっとシチュエーション作ってみろ。フォンこのドーナツ食べていいよ。いいんですか？お今の似てきた。今の似た。これか。今のだ。やっぱシチュエーションがあるとねいいんですよ。そうめっちゃいいね今の。なんだっけ質問。声真似声真似とかモノマネです。モノマ口ネ。癖とか。そうそうそう。あとね口癖とかねなんだろう。今ポッドキャストだからなんか伝われないと思うけど、マキのなんだっけ。ちょっと悩んでる顔が俺めっちゃ好きだよ。待って悩んでる顔ちょっとこの辺見てるこの辺でしょ。なんかめっちゃなんか俺もなんか表現できないけどなんかもう顔が全部なんか一つに集めてなんかそう寄ってでなんかちょっと文句ちっちゃく言うのはめっちゃ可愛いなの。確かに。なんか無意識だもんな。俺は分かんないけどな。マキね顔確かに。すごいルネの皆さんが集めた顔集みたいなの見たんだけどマキすごいよ一人だけもう筋肉発達しすぎて顔の筋肉が。可愛いけどな。俺滝のモノマネ知ってる。モノマネっていうか口癖。あ本当？感想とか言うとなかなかを7回ぐらい言ってる。確かに。うわそうですね。今回初冠ポッドキャストもなかなか待ってることだったんですけど、やっぱりなかなか楽しみですし、本当になかなかってなかなかしか言ってないから。なかなかじゃないんですけど。そうじゃないんですけど。やばい。自分のこと否定する。まあ昨日の週末なんか休み楽しかった。楽しかったじゃないんですけど。どっちだよってなる。すごいめっちゃ知ってるな。いやこれちょっとおもろいわ。いやいいね。確かに。メンバーの中で一番モノマネが上手なのは。いやこれK4じゃない？確かに。確かに。圧倒的にK4じゃないですか。K4はも K4 うもう8人全員できるから。できるね。しかも見たねその人を見た瞬間にできるじゃん。確かに。あれが才能だと思うの。逆にケイヒョンのモノマネって難しくない？確かに K4 のモノマネだから声真似とか絶対むずいよね。ね声は言葉とか難しいけど、何喋ってんだろう。でも考えてる時口触るのはその癖ある。なんかやるじゃないと多分髪に触るの鏡見る時そういう癖多いよねだからね、そういうのは面白いかもな。はい次いきます。はいラジオネームほぼ水ちゃん。いいね。人体の 70% は水、ほぼ水ちゃんと申しますセンスあるな。こんにちは。NTM 初のポッドキャスト冠番組おめでとうございます。ポッドキャスト番組ということで音声中心のコンテンツになるかと思われます。大丈夫か？今の顔だ今見せたいわポッドキャスト番組ということで音声中心のコンテンツになるかと思われますので ASMR コーナーはいかがでしょうか。個性あふれる NTM メンバーがささやき声でめっちゃくちゃ当たり前のことをささやくコーナーです。例えばこれは俺がささやき声でやった方がいいのかな。やりましょう。靴を左右間違えて履くとめっちゃ気持ち悪いああそういうことそういうこといいね。もう一個あります。面白そう。極限にお腹
などしょうもなければないほどいいですし、リスナーから募集するのもいいと思います。何はともあれ番組をとても楽しみにしております。メンバーをはじめスタッフの皆様、お体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。すごいな。ありがとうございます。いいですねこのコーナー。この方天才だ。 ASMR ね。確かにめっちゃ面白い。当たり前のことを言うんでしょ。一回千鳥かまいたちアワーの番組に出させていただいた時に、ジョジョとあハルアがやってたよね。あれか。白米食べたいちっちゃいのがいっぱいあるやつみたいなあれめっちゃ面白かったな。ああいう感じか。そういうことね。なんだろわあ滝の楽しみ。あう。なんで滝 ASMR うまいやん。イケうまいのボイケボだし。ちょっと考える人当たり前のことね。考えるわ。なんだろうな。ちょっと待ってちょっと待って。どういうじゃあいきますね。はい、それでは当たり前のこと。滝の ASMR。 いた。人差し指のささくれが一番痛い。それささやき声なの？ささやき声やろ。今のめっちゃおもろかった。すごい嫌なんだけど。なんでやねん。ラジオ聞いててこれ聞いたら多分聞きたくなくなるんだけど。滝の映像だけ面白いのじゃなくてマキの反応まで。マキつぼるときはつぼるのにね、つぼらないときはもうゼロやから。めっちゃおもろ。あーじゃあ次。やんないんかいみんな。俺だけかい。それでは最後のリクエストです。ラジオネームさゆさん。&TEAM初のポッドキャスト番組おめでとうございます。ありがとうございます。私はコロナ禍からの在宅勤務ですっかりポッドキャストが大好きになり、毎日いろんな番組を発掘しては聞いています。ポッドキャストで知って好きになった芸人さんやタレントさんがたくさんできました。顔も知らないけど声だけでなんとなく雰囲気やお人柄を想像できる不思議な感覚があります。&TEAMもポッドキャストを通じてたくさんの新しいルネに出会えたらいいなと心から思っています。声から入って実際ビジュアルやかっこいいパフォーマンスを見たらさらに好きになること間違いなしです。&TEAMにぜひやってほしいコーナーはお悩み相談です。ポッドキャストではあるある企画だと思いますが、人柄がとてもよくわかる企画なので大好きです。&TEAMは多国籍で年齢もバラバラ、いろんなバックグラウンドのあるメンバーが揃っているので、いろんな角度から回答できるのではないかと楽しみにしています。日本も韓国も寒くなってきましたが、体に気をつけて活動頑張ってください。ありがとうございまあす。りがとうございます。すごい。丁寧に。お悩み相談だっけ？はい。早速いつお悩みが来てるそうです。あら、試しにやってみますか？いいですね。じゃあ読んでみますね。ラジオネームくるみ割り人形さん。私は歩くのが早く心配性なため10分前行動をするようにしています。しかし駅から大学に行くとき友達と一緒に行くため歩くのが遅く時間もギリギリになってしまいます。20分で着く道のりを35分かけて行っているので歩くのが遅いことにイライラしています。何か改善方法はありませんか？なるほどね。友達と一緒に歩いてると若干その遅くなっちゃうっていうかゆっくり歩いちゃうよね。確かに確かに。話してるの楽しくなっちゃうと。なんかどうだろうね。走れば友達と走りながら走りながら喋ったりそれがでも楽しいからね、やっぱ友達と喋りながら。でもやっぱり友達でいるとなんかゆっくりしたいですね。そうだね。したくなるから。自転車？そうね、思った俺も。自転車。チャリ？チャリ。チャリならね。チャリならね、もっとゆっくりできるから。じゃないとちょっと早く歩いて駅で話したり。あだからもうちょっと早く出てもいいのかもね。ちょっとだけ確かに早めに出てやるってのも一番の手だね。いいかもね。でも時間管理が一番重要だね。そうね。自分調節しながら。メンバーの中でも結構分かれるんじゃない？いや分かれるね、確かに。歩くの早い人とか遅い人とか。確かに。シンプルにそのせっかちなメンバーとか若干ゆったりめなメンバーとか。うわー誰だろう。早いのはマッキーじゃない？
歩くのうん、歩いてあ確かに歩くの結構早い方かも。確かにのんびりだけど早いよね。そうのんびりのメンバーではあるけど早いかも。どういうことやニコラスも俺はスピードを合わせるタイプだから。ああ優しい。だから早いだからなんかシャピンズハロー含めてうんたまに買い物するんじゃん。うんでマキもう他の人関係ないし、もう自分でずっとめっちゃ早く行ってるからハローはもう前進んだらついてきてくれると思ってるからハローはもう自分のベースでゆっくり歩いてるからあ俺はどっちに合わせるの行けばいいか分かんないハロアよ。はめっちゃのんびり。そうああねやっぱ散歩とか好きだから、うん多分歩きながら行く場所があって周りの景色とかを楽しみながらあ歩いたりしてるから。そうだから俺ハローを待ったらマキももうどっか行ってん行っちゃってるからマキと一緒に行ったらハローもなくなるしうんむずっ。難しいよ。でも俺はタキねはどっち？俺はねまあ基本せっかちな方だと思うのよ。まあどっち早く何か全部したいってタイプではあるんだけど、まあ歩く時とかは一人だったら例えばいっぱい人いるじゃん。俺抜かしたいって思っちゃうからどんどん行くのよ。前にいる人を前にしてるどんどん抜かしたいっていうすごい感情に襲われてどんどん歩いていっちゃうから多分早い方なんじゃないかなって俺は思う。うんいいね。悩み相談なのに悩みに相談できてる早く歩く。そうですね、友達と歩くときは2人で声を合わせて12って歩くといいと思いますそれならいいね。はい、そしたら多分20分で着くんじゃないかなと思います。はいはい、ということで引き続きあなたからのお便りを募集しています。番組概要欄のメッセージフォームから感想や質問、番組で僕たちにやってほしいことなど何でも送ってください。また SNS でもハッシュタグエンシャベをつけて感想など投稿してください。エンはカタカナ、シャベはひらがなです。よろしくお願いしますお。願いします。お願いします。さてそろそろお別れの時間です。あら皆さん今日どうでしたか？いや笑ったね。口角痛いわ。本当？結構そんなに、うんよかったよかった。楽しかった。確かにニコラスはこのなんか朝元気な2人と一緒にやると俺もテンション上がっちゃうよかったよかった。で楽しかったです。うん、ありがとうございます。俺の MC はどうでしたか？ MC はねよかったよ。言わされてるからこれ巻きなりにあるからね、うんすごい聞きやすかったね。本当？うん確かに。まあまた機会があればうん MC やろうかなと思います。いいね。次は滝 MC も期待します。そうねやるか。もうすごいことになるけど大丈夫？んオッケーじゃあやります暴れてしまう。お願いします。はい、本日もお聞きいただきありがとうございました。ここまでのお相手はエンティームのマキ。ニコラス。滝でした。またねー。